あの人の英語の本当のところ。インタビューでお話を伺っていると、実際にはとっくに過ぎ去ったことなのに、まるでその場に居合わせているかのように感じることがよくあります。ノリノリで突き進んだり、大きな壁にぶつかったり、もがいたり、勇気を振り絞ったり、学習過程には様々なドラマがあるものです。今まさにそんなドラマの真っ只中にいる学習者の皆さんも、いつか過去の話として後に続く人たちのために体験談を語る日が来るかもしれません。KEC は学習者の皆さんを応援しています。自分がその会話の中でうまく説明できなかった部分もあったから、白タクというのに乗ってしまったんですよ。大変。はい。で、35ドルで、マンハッタンまで連れてってやるって言われて、それ35ドルなら、他の料金と同じだっていうことで、勝手にその前に止まってたリムジンがいっぱいだからこっちに乗れみたいな、自分が間違った解釈をしてしまったんですよね。はい。白タクは危ないっていうのを聞いてたんですけれど、はい、でも人も良さそうだし、乗ってしまったら、降りるときに135と言われて、そこから始まってるので、自分が勝手に憶測でコミュニケーションちゃんと取れてないから、本当に危ないと分かっていったんだら、自分は乗らないっていう拒絶することができたかもしれないですけど、自分がなんとなく分かったふり的な、変に信用してしまった部分もあるんですけれど、で、そういった間違いで自分自身に負のことが起きてしまうので、で、生活が慣れてやっぱり喋れるようになっていくと、そういったことを回避できる。なるほど。でもそこで多分人生で一番きつかったんですけれども、でも多分人生で一番英語がものすごく上達したのも実はここのアメリカの監査法人にいたその4年間だったんですよね。やっぱりもう必死についていかないとクビにされちゃうので、やらなきゃいけないんですよね。なので、ものすごく、そこで私きちんとビジネスライティングもそこで覚えて、もちろんビジネススピーキングっていうのももう、ほんと体張って覚えたみたいな、そんな感じだったので、きつかったけど、でも、あれがなかったら多分今の私が英語を使って仕事はできなかったなっていうふうに思いますね。その時にどれだけ自分が居心地が悪い環境に身を置けるかで、お前がどれだけインプルーブできるか決まるぞっていう話をされて、その通りだなって言って、それもあって、実習って行かなきゃいけない時間数はあるんですけど、それ以上は行かなくてもいいんですよね。学校の単位と一緒で、何時間以上やれば、あとはいくらやっても一緒っていう感じなんですけど、アメリカ人とかだったら英語もわかるから、必要な知識だけちゃんと勉強して、必要な数字をクリアすれば、別にわざわざ行くことないというか、他にやることがあれば全然他のことやればいいしってことだと思うんですけど、英語がわかんないし、そういうことを言われたっていうのも覚えてたんで、一人で勉強してたり、友達と喋ったりすれば楽だけど、じゃあ行くか、みたいな。その居心地の悪い環境に身を置き続けるっていうのは、その時からずっと今でも割とそうすれば、自分が居心地のいい環境にいるよりは成長できるというふうに思ってやってましたね。当時は特に。どんなとこが好きだったんでしょうかね。英語で表現できることとか、ニュアンスとか、醸し出す雰囲気とかが多分憧れてて、で、もうひたすらテレビを追いかけて喋るんですよ。その人真似して。見ながら？そう。でも、ハマりまくってる。で、見たこともない表現があるとか、今までもそうです。毎日もそんな言い方、日本語やってそれ流行り言葉ってあるから、だから、そんなも好きですよ、日本語でも。英語でも、何その言い方って思って、調べてみたら、なんということや、みたいな。毎日違うことがあるので、その時はそうやって抑揚とか、こういうシーンでこういうこと言いたい時はこういう表現すんねやっていうようなことをそれで学んでいった感じですかね。学部生に入ってからはその先を見るようになってきたので、卒業するまでにこの作品展をして、卒業してからこういう作品展に変えるんだっていう強いビジョンがありましたので、英語に関するもちろんコンプレックスっていうのはあるんですけども、それを持つまでは私英語喋れないから、発音悪いから通じないからっていうので黙ってることが多かったんですけども、いや黙ってちゃいけないとか思いまして、喋るようになりましたね。あともう一つは、大学卒業するぐらいの時でしょうかね。今、島なんて言ったっけってイングリッシュの先生が言ったんですよね。そしたら、私が答える前に、私の美術の方の先生が、島こういう今言ったよとか言って、もう4年も一緒にいたら、島のジャングリッシュがすごくわかるようになったんだけど。特に
に日本に暮らしていたのに英語の方が使えるっていう、そのアイデンティティは結構、私の周りに、共感できる人が、やっぱりその同じ学校の人とかぐらいしかいなくて、で、大学に来た時点で、その大学には結構国際的に留学しに来た人がいろいろいたので、そこら辺でやっとこう、世界が大きくなった感じで、他の国からも同じような感じで、同じようななんかこう、私は何なんだろうっていう考えを持ってた人に会えたのはやっぱり大学でした。それでその勢いでコミュニティカレッジの扉が見事に開いて、入っていかれて、そこはどうだったんですか？そこはもうやっぱり大変なことの連続だった記憶があるんですけど、もう授業は当然ですけど、全部理解できるわけではないですし、急にネイティブが多いクラスの中で、英語を勉強するのではなくって、英語を使ってまた別のことを勉強するっていう環境に初めて入って、いろんな苦労があったとは思いますけど、それでもやっぱり、なんかこう成長できてるっていう実感があったので、それがすごく嬉しかった覚えはありますね。言葉がただの記号としか多分私は捉えてなかったところに、その意味があって背景があってその言葉があるってつながった瞬間に、言葉って生きてるってすごく思って、で、そうしたらもうスルスル入ってくるようになって、もちろんツールなんだけれども、もっともっと深いところでつながってるっていう。だからその英語を学んでいく上でも、最初はやっぱりただの記号なんですね。でもそれが文脈によって意味を伴った時に、イメージで言うと、記号の時の言葉って、グレーとか白とか、モノトーンなんですよ。でもそこに、背後に意味を伴って文脈でこう捉えられた時に、色がつくんですよ。もう一人の先生が、最終的にこの先生に僕は指示したんですけど、話を聞いてくれて、で、拙い英語だけど僕がいろいろ説明して、こういうことを考えてるとか、こういうことを研究したいんだとかってことを言ってると、いや、お前は英語は確かにできないけど、賢いやつだとかって言い出して、でも英語力が足りないのはもうしょうがないから、インディペンデントスタディをしてやろうって言ってくれて、要は、クラスに出ずに、俺とワンオンワンで、やろうじゃないかと。いうようなことを言ってくださったんですね。それがだから最初の突破口でしたね。それまではもう本当に暗中模索で、どうしたらいいかわからなくて、オフィスアワーの門を叩いて、一人の先生に受け入れてもらったって感じですね。あとはもう、わかんないって言っても、自分が英語ができないんじゃなくて、そのコンテントがわかんないことって多いじゃないですか。その文化的背景だとか、例えば、ポリティシャンの名前とか、私は無知なのでわかんない。その話で盛り上がってて、それは決して私が英語ができないからわかんないんじゃなくて、会話を理解するための知識とかがないから理解できないわけであって、その点をもうちょっとオープンに会話の中に取り入れて、それ何？その今言った人の名前何？とか自然に聞けるようになってから、もうちょっとグループでも会話に入れるようになったし、あと特に大学院生って説明したがりの人が多いじゃないですか。だから今の何って聞かれたことにみんなもう気持ちよく答えてくれる子が多かったので、いかがでしたか？あの人の英語の本当のところはテキストとポッドキャストでお届けしています。詳しくは神谷イングリッシュコーチングのウェブサイト内にあるブログをご覧ください。URL は englishcoaching.jp/interview です。